ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ハリウッドの歴史を揺るがせた巨大な買収合戦と、あの世界的スターの知られざる暗躍の話題についてよ。現在、ハリウッドは、ワーナーブラザースとディスカバリーの買収合戦で、パラマウントスカイダンスがネットフリックスに勝利したという衝撃の事実に、まだ動揺しているんだよ。今日は、ワーナーブラザースとディスカバリーの買収合戦の全貌、そしてトム・クルーズがいかにして映画業界を救ったのかについて徹底的に解説していくよ。ワーナーブラザースってあのハリーポッターとかバットマンの映画作っとるとこやろ？そこをネットフリックスが買収しようとしとったと？しかもトム・クルーズが絡んどるってまるで映画みたいな展開やん。バリ面白そうやね。本当に映画のような話なんだよ。事の発端は昨年12月に遡るの。ワーナーブラザースの CEO であるデビッド・ザスラフ氏が、なんと、取締役会が、ネットフリックスからの827億ドルの買収案を承認したと発表したんだよ。827億ドル？日本円で12兆円以上やん。ネットフリックス、どんだけ金持っとるとよ。でも、承認されたってことは、そのまま、ネットフリックスのものになるはずやないの？普通ならそう思うよね。でも、そこで黙っていなかったのが、パラマウントスカイダンスなの。彼らは直ちに敵対的買収を開始してワーナーの株主に直接反対提案を行ったんだよ。敵対的買収って相手の経営陣が反対しとるのに強引に株を買い集めて乗っとるやつやろ。パラマウントも必死やね。でもなんでそこまでしてワーナーを欲しがったと？それは映画作りの根本的なビジネスモデルの違いだよ。ワーナーやパラマウントは100年以上の歴史を持つ老舗スタジオで映画館の巨大スクリーンで観客に衝撃を与えることを第一に考えているの。一方、ネットフリックスはアルゴリズムで視聴者の好みを分析していかに長く自宅の画面に釘付けにするかを重視する IT 企業なんだよ。文化が全く違うの。なるほどね。ネットフリックスなんて家でパジャマ姿でポテチ食いながらダラダラ見るもんやん。そんな連中が映画館の歴史と伝統を背負っとるワーナーを買収するなんて映画への冒涜としか思えんばい。葵の言う通り、エンターテインメント業界やワシントン DC、そして観客の多くは、この契約が映画館や映画制作全体にどのような影響を与えるかをとても懸念していたんだよ。そりゃ、相対。映画館がなくなるかもしれん危機やけんね。でも、ネットフリックス側はなんて言っとったと？映画館での公開はもうやめるつもりやったん？協議が続く中、ネットフリックスの共同 CEO、テッド・サランドスは、ワーナーブラザース作品については、45日間の劇場公開期間を維持すると述べたんだよ。たったの45日？短すぎるやろ。大作映画なら、半年くらい映画館で上映して、じわじわ盛り上げるのが普通やん。45日なんて、あっという間に終わって、すぐネット配信されるってことやろ。そんなんじゃ、誰も映画館に行かんくなるばい。まさにそこが問題なんだよ。サランドス CEO は明確な数字をお伝えします。私たちは演劇業界に身を置く立場上、そして実際そうなのです。競争心旺盛な人間ですから勝ちたい。初週末の興行収入で勝ちたい。興行収入で勝ちたいんです、と言っていたの。でも、この45日という約束がいつまで続くかは依然として不明だったんだよ。口では調子のいいこと言っとるけど、本音は、自社の配信に回して新規会員増やしたいってことやろ。信用な乱売。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんな、ポチッと頼むばい。で、すみれ。ここで、トム・クルーズはどうやって絡んでくると？あのおじさん、最近は、スタントばっかりして、命知らずなイメージしかないけど。葵、トム・クルーズは、ただの俳優じゃないの。この合戦にはトム・クルーズという意外な味方がいたのかもしれないんだよ。デイリーメールの情報筋によると、トム・クルーズはストリーミング大手が老舗スタジオを買収するという考えに激怒し、劇場配給の終焉を意味するのではないかと懸念していたというの。トムが激怒？あんな爽やかな笑顔の裏でキレとったんやね。でも、なんでトムがワーナーの買収にそこまで怒ると？実は、トム・クルーズは2024年にワーナーブラザースと新しく契約を結んだばかりだったの。だから、ネットフリックスとの契約案について、ワーナーブラザースの幹部に非常に明確に自分の気持ちを伝えたと報じられているんだよ。非常に明確に、で、絶対めっちゃキレとるやん。ネトフリに売るなら俺は降りるぞ、とか言ったじゃない？その通りだよ。
デイリーメールの情報筋は、トム・クルーズは、ネットフリックスとの契約が成立した場合、ストライキをするとさえ脅していた可能性もあると付け加えているの。トムは影響力があり、それを自覚している。彼は、自分の力を、善と変化のために使いたがっている。そして、今回、彼は、映画業界を、ストリーミング大手の犠牲から、再び救ったようだ、と語っているんだよ。ストライキって、ハリウッドのトップスターがストライキ起こしたら、ワーナーの映画制作全部ストップするやん。それは、さすがのワーナー幹部も顔面蒼白になったやろうね。トム、頭よか。ただ、ビルから飛び降りるだけの男やなかったんやね。葵、鋭いね。ワーナーとネットフリックスの関係は進展を続けていたけど、パラマウントの株主への直接アピールと、トムのような超大物からの強烈なプレッシャーが重なったんだよ。そして、ついに2月26日、ネットフリックスは正式に入札戦争から撤退したの。パラマウントとスカイダンスが取締役会の最終決定と規制当局の審査を経て、最終的に買収に至ったんだよ。よっしゃ。パラマウントの勝利やん。ネトフリの野望を打ち砕いたってことやね。これで映画館は守られたってわけか。そうなの。もし、ネットフリックスの買収が承認されていれば、ハリウッドのあり方を大きく変える可能性を秘めていたの。でも、今回のパラマウントスカイダンスの勝利は、従来のモデルを維持しながら未来へ進む道を示したんだよ。パラマウントって、トム・クルーズとは昔から仲良かよね。トップガンとかミッション、インポッシブルもパラマウントやった気がするっちゃけど。その通りだよ。トップガンやミッション、インポッシブルシリーズを通して長年パラマウントスカイダンスと関係を築いてきたトム・クルーズは同スタジオが引き続き映画制作と劇場公開に注力していると考えていると報じられているの。トムにとってはパラマウントは映画館で映画を見るっていう文化を大事にしてくれる最高の相棒ってわけやね。そりゃあ、そんな相棒がワーナーを買収してくれるなら全力で応援するばい。トム・クルーズの劇場映画への情熱は本当に凄まじいんだよ。特に注目すべきは2020年に世界中でパンデミックが起きて映画業界全体が活動を停止したにもかかわらずトム・クルーズはミッション・インポッシブル・デッド・レコニングの制作を続けていたことなの。ああ、思い出した。あの時トムがスタッフにブチギレ取る音声が流出して話題になっとったよね。そうなんだよ。厳格な安全プロトコルに従わない者は解雇すると脅す音声が流出して彼の決意を改めて強調したんだよ。その音声の中で彼はこう言っていたの。彼らは今ハリウッドに戻って映画を作っている。それは私たちのおかげだ。私たちはこの映画を中止させるつもりはない。わかったか？もう一度見たらお前はいなくなるって。お前はいなくなるってリアルにミッションインポッシブルのセリフみたいで怖すぎばい。でも、それだけ映画業界全体を背負って、絶対に映画の火を消さないっていう覚悟があったんやね。ちょっと感動したばい。そうなの。単なる自分の映画のためじゃなくて、ハリウッド全体が仕事に戻れるようにするという使命感だったんだよ。このエピソードからも、トム・クルーズがどれほど大画面での公開にこだわっているかがわかるよね。今回のワーナー買収合戦でのトム・クルーズの舞台裏での関与の全貌は不明だけど、彼の劇場映画への情熱は広く知られているの。ネットの反応はどうなっとると？みんなもトムのこと見直しとるっちゃない？ネットユーザーからは様々な声が上がっているんだよ。例えば、トム・クルーズが映画界の救世主すぎる。彼がいなかったら映画館の文化は完全に終わっていたかもしれないとか、ネトフリがワーナーを買収するなんて想像するだけで恐ろしい。パラマウントが勝ってくれて本当に良かったという安堵の声が多いの。他にもトムのストライキの脅し、効果絶大だったんだろうな。彼ほどのスターが本気で怒ったら企業も動かざるを得ないといった彼の圧倒的な影響力を称賛するコメントもたくさんあるんだよ。やっぱみんな映画館で見る映画が好きなんやね。ネットフリックスのアルゴリズムとかデータばっかり重視するやり方じゃなくて、作り手の熱い思いがこもった作品を大きなスクリーンで見たいってことたい。その通りだね。パラマウントスカイダンスの今回の勝利は映画制作と大画面公開という伝統的なモデルを守るだけじゃないの。アルゴリズムや役員間の取引に左右されがちな業界において大画面で物語を語ることに情熱を注ぐ人々の声がハリウッドの未来を形作り続けていることを改めて示すものでもあるんだよ。お金とかデータよりも映画への愛が勝ったってことやね。トム・クルーズ、ただの変なおじさんかと思っとったけど、今日の話聞いて、最高にかっこいい男やなって思ったばい。
今度映画館行ったらトムの映画見てポップコーン爆食いする件。ふっふ。葵もすっかりトムのファンになったみたいだね。映画館で見る映画の迫力はやっぱり特別だからね。ということで今日はハリウッドを揺るがせたワーナー買収合戦とトム・クルーズの激怒という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。